どうもこんにちは。スクラッチ B 登録の友達。それでは使用している楽曲とQポイントがこちらです。はい、こんな感じです。曲がトラクターの機能かどうかはわからないんですが、 DTM 用語でいうマイナス4半音下がってるっていう感じになってます。これはターンテーブルのピッチの話ではないのでご注意ください。今回は特別にエディットしたものを使っています。結構長くなりますので5つのエリアに分割して考えていきます。ではまず1番から。はい、ループですね。ピッチをプラス8、33回転でフラックスモードをオンにします。Qポイント2番のキックを針の位置に合わせてループします。ここは特に説明はしません。はい、ここはドッタンですね。ドッタンの使い方の回でもあったんですが、ドッタンの周りの音を効果的に使うとこのような形になります。ドッタン以外でもよくあるドッチタンドドンドンタンというようなビートがあったとして、そういったビートでもかなり似たようなジャグリングの仕方はありますので、特にこの紫と青のあたりの音ですね、こういったのをよく使いますので、この動きはぜひ覚えてください。あとポイントとしてはトラクターでしかできないんですが、フラックスモードをオンにした状態で Q ボタンを押すと一瞬だけ Q ボタンに登録している音を鳴らせるという機能ですね。この機能を使うことによってスネアがないところにスネアを鳴らせるということで、かなりジャグリングの幅が広がる機能となっております。ジャグリングをしながら Q ボタンを押すっていうのが結構慣れてないと大変なので、練習をしていただいた方がいいと思います。はい、それでこの続きですね。はい、こんな感じですね。最初の方は同じで、左にフェーダーを切った後、2拍経ったら右にフェーダーを切ります。こんな感じでレコードを進めて次の展開に持っていこうとしている感じですね。それでは次の項目に行ってみましょう。はい、これはですね、左はスネアだけ使っていて、右はこのようなドンとタン、その他にベイビースクラッチとフォワード、あとは一瞬間を置いてます。はい、このようにですね、スネアがないところに先ほどと同じくスネアを足していく感じで、ドッタンを作っている感じですね。かなり戻すのが大変なので、本家ではちょっと合間を見てスルッと戻してるんですね。それをやらないとかなりガタガタになってしまいますね。片方だけでやるとこんな感じです。はい、最後です。ここはあまり真似ができなかったんですが、Q ボタンとターンテーブルの回転を利用しながら元のビートに復帰していくっていう感じですね。DJ 陽介さんや DJ ココさんもやってたんですが、45回転で再生する7インチのレコードを33回転にしてジャグリングをする、ビートダウンをしたりとかっていうのがあるんですけど、まとめると
今回のルーティンはそれに属するのかなという風な感じですね。はい、というわけで解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。